国際勝闘館空手道連盟本部指導員金沢日和です。同じく伊藤です。はい、今日はなんか告知があるんですって？そうなんです、国際セミナーがいよいよ近づいてきました。国内の会員の皆様と海外のスキップファミリーの皆さんとお会いできるのをすごく楽しみにしてます。今年は、3年に1回の世界大会を控えた国際セミナーになりますので、集まった皆さんといっぱいトレーニングしていけたらいいなと思います。国際セミナーの中で、審判講習会というものも行います。今回は内容を少し変えて工夫しましたので、ぜひ皆さんご参加ください。国際セミナーに向けて2人とも燃えていますね。ところで海外の空手家たちってどんな方々なんでしょう。伊藤先生の体験を聞いてみましょう。チリに行かれてたんですね。はい、チリに3週間ぐらい行ってきました。長かったです。暑かったですか？そうです、暑かったですね。で、砂漠地帯とかも行って、もう初めての砂漠だったんですけど、暑くてチリって何語なんですか？スペイン語です。スペイン語なんだ。スペイン語です。じゃあスペイン語でこんにちはから入りましょうか。はい、よーいはい。オラムショグストソイミツノブイト。チリの街をいろいろ移動していったんですか？はい、チリの支部長のヘルナン先生と南から北まですごく長いので、そこをずっといろんな町に行って、僕全くスペイン語分かんなかったんで、ヘルナン先生が、日本語とスペイン語を通訳していただいて。ヘルナン先生日本語できるの？日本語できます。すごいですね。はい。伊藤先生、じゃあ英語は使わなくて済んだって大変だけど。そうですね、なんか海外の人に教えるので、なんかついつい英語を使ってしまうんですけど、でも英語だと逆に通じないところがあって、日本語の方がヘルナン先生が通訳しやすかったので、はい、日本語でもうとにかくその人 SKI ファミリーっていうのをすごく感じて、それが驚いたっていうよりかはすごく感動したこと。今まで会わなかった人たちにこう面と向かって会って話した時にすごい温かく迎え入れてくれて、で稽古も一生懸命やるし、それ以外でも一緒に楽しく過ごすっていう時間が本当に自分にとって貴重でいい時間でした。このファミリーっていうのを感じた具体的ななんかエピソードってありますか？そうですね、稽古プラスで、その後食事に行ったりとか、いろんな場所に出かけたりするんですけれども、その時に初めて会う人なのにすごく親しくしてくれて、他人っていう感じじゃなくて、空手を通じてなんか仲間なのかなみたいな、家族なのかなっていうこう信頼関係のもと食事したり出かけたりするっていうのが自分にとって本当に楽しかったです。そのチリの道場自体が家族みたいでした。はい、なんかその道場みんなで伊藤先生のとこ行って写真撮ろうよみたいな、はい、みんな来て写真撮ろうで、ありがとうございましたとかで、こう違う町に移動したら、その支部の中の何人かでみんなで来て、チリの人たちが一番興味を持った練習、例えば基本とか、例えばやっぱ型とかね、いやそんなことで組手で勝つ方法とか、何か彼らが一番こう知りたかった興味を持ってたこととか何かあれば。はい、おそらく最初は組手を期待してたと思うんですね。やっぱ若いし組手で勝った実績があるので、そう期待してたけども、実際その稽古の中では礼儀作法とか、その空手に対する精神っていうのがすごく皆さんの顔がキラキラしてお話聞いてくださってました。例えば斬新とか、そう斬新って何？斬新ってどういう意味なんだろうって、多分細かく聞く機会っていうのは日本語の斬新って言葉なので、その間合いとか、その日本語の空手の言葉で彼らは理解しなきゃいけないので、そこがなんか
僕の中では組手とかやっぱやんないとななんて思ってたんですけど、そのちらっと言った斬新っていう言葉だったり、礼儀道場訓とか、はい、そういうところにすごく興味を持ってるように感じました。道場君も日本語で言うんですか？そうなんですよね。そのチリのヘルナン先生が日本語で道場訓を言うようにこう指導してらっしゃって、日本語で道場訓全部言った後にスペイン語で全部言う。お、そうなんだ。そうなんです。2倍時間かかるみたいな。そうです。へえ。ちょっと話題変えますけど、3週間いる間にお腹壊したとか体調崩したとかありません？ありました。あった。ありましたどういう感じ？これがですね、その砂漠地帯に行った時なんですけど、はい。こんなに大きいバーベキューをしまして、お肉こんな大きいお肉のバーベキューをしました。美味しい美味しいって食べて、でその後チリのメロンワインっていうのがあるんですよね。メロンの中身をくり抜いて、その白ワインこう入れて、すっごい美味しいんですよ。本当にもう僕びっくりして、わで甘くて、わ美味しい美味しいって言ってこうやってやってお肉食べて、で帰ってよし寝ようと思ったら、もうそうすぐいきなり夜で暑いし寝れないし、でお腹もう多分胃腸炎ですかね。人生で一番きつかったです。現地の薬剤師さんがなんかお薬をこう調合してくれて、薬飲んだら1日で治りました。はい。泊まってるところはホテルなんですか？その時はホテルでしたね。そうなんですね。その町によって点々と違くて、ホテルだったりその場所の先生のお家だったり、なんかログハウスみたいなところにみんなで泊まったり、そうですね。だいたい平均だともう60人5、60人ですかね。はい。一番多い時100人超えでした。はい。スペイン語です。スペイン語かよ。スペイン語です。いやそれは足りないでしょ。もうでも今回そのやっぱ通訳の人がいると思って行ったんで、あんまりこう自分から勉強事前にしなかったんですけど、やっぱ行ってみてその、ね、英語とかだったらなんとなくはコミュニケーション取れる、全くそれが取れないっていうのはすごく悔しかったですね。やっぱこう伝えたいことがあった時に瞬時にパッて言葉を使えるっていうのはすごく大事だなと思いました。もうスペイン語を勉強します。じゃあチリの皆さんまた会いましょうってスペイン語で言ってください。チリの皆さんまた会いましょう。スペイン語次回でAI で AI かよ。翻訳してありがとうございました。国際消灯館総本部指導員の伊藤光信です。同じく金沢ひよりです。国際セミナーがあと2週間ちょっとでやってきます。皆様と一緒に稽古できるのを楽しみにしております。皆さん国際セミナーでお会いしましょう。